動画を見て、通話して、データを送る。私たちは当たり前のように、一瞬で情報をやり取りしています。でも、その光の道がどうやって敷かれるか、考えたことはありますか？実は、光ファイバーの敷設方法は、国や地域によって驚くほど異なる進化を遂げた、エンジニアリングの結晶なんです。今日は単なる工事解説ではなく、2026年の激変する市場環境下で、日本がどのように速度と信頼性を両立させているのか、事業計画から引き渡しまで、現場を知り尽くしたプロの視点で、その全工程を徹底解説します。事業計画と2026年の資材戦略。誰もシャベルを持つ前に、まず事業計画が必要です。対象地域の加入見込み、世帯数、そして競合の確認、速度、価格、信頼性で差別化できなければ、事業そのものの存続に関わります。需要のないところに光ファイバーを引いても、無駄に終わってしまいます。ある程度計画が固まったら、通信事業者として国に届け出を行います。次にルート計画です。地下に埋設するか、架空線で引くか、あるいは季節の管路を再利用するか、それぞれにコストとリスクのトレードオフがあります。最大のハードルが許可申請です。道路専用許可には数週間かかることもあります。他社の電柱を使う場合は、その所有者への申請も必要で、許可が下りなければ自社で電柱や管路をゼロから構築しなければなりません。日本ではこの許認可調整に時間がかかり、計画段階だけで工程の大半が費やされることも珍しくありません。許可申請の差し戻しによる再設計のリスク管理が、プロの施工管理者に求められる最初の腕の見せ所です。そして2026年現在、もう一つの重大な課題が、資材調達です。AI データセンターの急増と有線ドローンの普及による大量消費で G657A に規格のケーブルなど使用資材の納期は20週間を超えています。大手ベンダーによる購入数量の制限も始まっており、戦略の軸は需要予測から供給確保へと移っています。設計変更で余剰が出るリスクを見越した上で、着工の半年前には資材を確保しておくことが今やプロジェクト完遂の絶対条件です。土木、架空線工事、日本が選んだ方法。許可が下りたら、いよいよ現場作業の開始です。世界的には、道路を掘り起こして管路を埋めるトレンチ工法が一般的です。管路はケーブルを保護し、将来の交換も再掘削なしで行えます。都市部では季節管路の再利用も多いですが、他インフラとの調整が必要です。一方、日本では電柱を利用した架空設備が極めて高度に発達しています。電柱の許可が得られない場合は検柱から始めます。吊り線を架線した後、ケーブルを支持するハンガーを取り付けます。この工法が近年大きく進化しました。以前は 50cm ごとに1つずつハンガーを手作業で取り付けていました。これは非常に時間がかかる作業でしたが、現在は電柱際から 150cm のスパイラル状鋼線を専用のフォーマー機で連続的に送り出す方式が主流です。高所作業車が景観の途中で止まらずに施工できるため、施工スピードが格段に向上しました。これは日本が生み出した独自のイノベーションです。ケーブル敷設と張力管理。インフラが整ったら、ケーブルを敷設します。長距離の幹線にはシングルモード、建物内の短距離区間にはマルチモードというのが世界標準の使い分けです。日本では屋外設備を OS2 規格のシングルモードでほぼ 100% 統一しており、過去に存在したマルチモードは現在ほとんど使われていません。この標準化により、工具や試験機器の管理が劇的に簡素化されます。敷設において最優先されるのは張力管理です。無理な牽引は内部のガラスファイバーを傷つけるだけでなく、架空工事では最悪の場合、電柱の倒壊を招くリスクがあります。決められたテンションで施工することは安全管理の基本です。また、将来の修理、設計変更に備えて、接続点や機器室には必ず一定の予兆を確保しておきます。この予兆管理の徹底も、日本品質を支える重要な基本です。接続工事、精密癒着と水抜きの知恵。ここが最も精密さが求められる癒着接続です。光ファイバーは導線のようにねじってつなげません。癒着接続機のアーク放電でファイバーの単面を溶かして接続し、損失を 0.1 デシベル以下に抑えます。ガラスは引っ張りには強いですが、接続時のねじれには非常に弱いため、
接続点によれを入れないことが絶対条件です。接続後は数十年単位の耐久性を持つクロージャに収納します。ここでも日本の工法には独自の工夫があります。世界的には気密性の高い構造が一般的ですが、日本の架空クロージャでは水抜き構造が主流です。湿度の高い環境下で内部に水分がたまることを防ぐため、あえて水分を逃がす設計とすることで結露による障害を抑制します。地中用は逆に気密構造が必要なため、設置環境に応じた選択が求められます。損失値は各社作業者によってばらつきが出やすい工程でもあるため、安定した技術と品質管理が重要です。試験、検査、二重検証でゼロ障害を目指す。接続が完了したら全区間の試験を行います。主要ツールは OTDR 光パルス試験機です。光パルスを送り、反射や損失箇所をメートル単位で正確に特定します。設計値を超えた箇所は接続をやり直し、全結果は試験成績書として記録します。日本ではこれに加えパワーメーター法も広く使われます。局者から光を送り、ユーザー宅で受講レベルを確認するこの方法は実際の運用に近い条件で品質を確認できるため、OTDR と組み合わせた二重検証が標準となっています。 OTDR が位置特定に優れ、パワーメーター法が実運用確認に優れる。この2つは互いを補完する関係です。そして忘れてはならないのが単面の清掃です。光ファイバー障害の 80% は単面の汚れが原因と言われています。わずか1マイクロメートルの塵が 0.05 デシベルの損失を生み、通信品質に影響します。試験前の徹底した単面清掃と双方向での OTDR 試験、この組み合わせこそがトラブルゼロの引き渡しを実現する唯一の道です。開通、引き渡し。最終ステップは開通と引き渡しです。試験合格後、完成図書、試験成績書、接続記録、保証書類を揃えて引き渡します。ネットワークが起動され、ガラスが初めて生きた通信回線になります。日本では事業計画から運用開始まで1年以上かかるケースがほとんどです。ボトルネックは工事そのものではなく、計画段階の許認可申請にあります。許可の差し戻しによる設計変更が全体のスケジュールを左右するため、これを見越したリスク管理こそがプロの施工管理者の真骨頂です。この構造を理解することが日本での事業推進の鍵です。まとめ。150cm のスパイラルハンガーから2026年の資材機器まで、これが光ファイバー工事の全工程です。事業計画、許認可、土木及び架空線工事、ケーブル敷設、癒着接続、試験、引き渡し、コア技術は世界共通ですが、現場の進め方は国によって大きく異なります。日本の工法はその代表例であり、独自の進化を続けています。癒着接続、OTDR、施工管理の詳細が気になる方は、チャンネル登録をして次回の動画もお待ちください。ご視聴ありがとうございました。それでは、次の現場でお会いしましょう。